恋愛には不思議な力がある。理性ではこの人と合わないと分かっていても感情が抑えられないことがある。これには心理学的な理由がある。まず、禁断の果実症候群と呼ばれる現象。手に入れにくいものほど欲しくなる心理だ。次に、認知的不協和という概念。自分の行動と信念の矛盾を解消しようとして、むしろ相手への気持ちを強めてしまう。サンクコスト効果も大きな要因だ。今まで費やした時間やエネルギーが無駄になるのを恐れ、関係を続けようとする。また、人間には結果を予測したがる傾向がある。相手との未来を想像し、それに固執してしまうのだ。さらに、確証バイアスにより、自分の思い込みに合う情報だけを選んでみてしまう。恋愛における依存の問題も無視できない。相手がいないと不安になる状態は、健全な関係とは言えない。このような状況では、客観的な判断が難しくなる。気持ちが冷める時期は人それぞれだが、通常6ヶ月から2年程度で初期の熱が冷める。結婚を目的としない関係なら、突き進むことは可能だ。ただし、お互いの気持ちを誠実に伝え合い、同意の上で進めることが重要。また、自分自身の成長や他の人生の目標を無視したり、見落とさないように注意が必要だ。結局のところ、相手との関係が自分にとって本当に価値あるものかを、冷静に見極めることが大切なのだ。恋愛初期に脳から分泌される主な物質は、ドーパミンとノルアドレナリン。この2つが幸福感や興奮をもたらす。オキシトシンも重要で、絆を深める効果がある。ハネムーン期が終わると、これらの物質の分泌が落ち着き、現実的な視点を持つようになる。継続するカップルは、この変化を受け入れ、コミュニケーションを大切にする。互いの違いを認め合い、共に成長しようとする姿勢が鍵となる。一方、別れるカップルは、理想と現実のギャップを埋められず、問題解決のスキルが不足していることが多い。ソウルメイトかどうかは、時間をかけて見極めていくもの。初期の興奮だけでなく、互いを理解し合える関係性が重要だ。恋に落ちる前に相手を冷静に見極める方法がある。まず、付き合う目的と価値観の一致を確認することが重要だ。これは長期的な関係の基盤となる。次に、コミュニケーションスタイルの相性を観察する。直接的で率直なコミュニケーションを好む人がいる一方で、別の人は間接的で控えめなスタイルを好むことがあり、相性が良ければ意見交換や理解がスムーズに進むことが多いが、逆に相性が悪いと誤解や摩擦が生じる。コミュニケーションスタイルの理解と調整が大切だ。これは日常生活での摩擦を減らす鍵となる。また、ストレス下での行動や問題解決能力を見ることも大切だ。これは対処能力と呼ばれ、将来の課題に直面した時の予測になる。そして、感情的知性 EQ も重要な要素だ。自分自身や他人の感情を理解し、管理する能力のことだ。相手が自分や他人の感情をどう扱い、仕事や人間関係において他人と協力し、問題を解決することができる人なのか冷静に見極めた方がいい。成長志向も長期的な相性を判断する上で重要だ。お互いに相手と自分の成長を望み、支え合えるかどうかを確認する。最後に、信頼性と誠実さを評価する。これらすべてに完璧を求めることは難しいが、これらは健全な関係の土台となる要素だ。恋に落ちてしまってすぐに、相手の価値観と自分の価値観が合わないと感じたり、この人とは未来がないと薄々分かっていても、感情に流されて別れられなくなってしまうことがある。そんな時、価値観が合わなかったり、不誠実な相手を早く嫌いになる方法がある。まず、相手の短所に意識的に注目する。これは、ネガティブフォーカスという心理テクニック。相手のネガティブな側面に目を向けることで、自分を守るために距離を置く判断をしやすくなる。次に、理想化を避け、現実的な評価をする。相手や状況についての理想的なイメージや幻想から離れ、現実を客観的に見る。これは、脱幻想化と呼ばれる過程だ。理想と現実を見極めることで、自己成長や関係性の改善につながる。また、他の魅力的な人々と交流を持つことで、比較の機会を作る。これは、社会的比較理論に基づいている。パートナーを社会的比較することは、自己評価や関係の満足度に影響を与える。注意が必要だが比較することで相手へのストレスや不満の原因がわかる。それから、自分の価値観や目標を明確にし、相手とのミスマッチを認識する。これは、自己一致の概念に関連している。自分が本当に何を求めているのか、どんな関係が自分にとって幸せなのかを明確にすることで、別れの決断がしやすくなる。自分自身を大切にすることで、自己肯定感を高め、相手に対しても誠実でいられる。自分自身を理解し、尊重することが、次のステップに進むための重要な要素になる。最後に、時間や距離を置くことで、感情を客観視する。この心理的距離が、冷静な判断を助ける。
ただし、これらの方法は倫理的な配慮が必要で、相手の感情を傷つけないよう注意が必要だ。依存的で不健全な恋に落ちてしまうのは、現実逃避だけが原因ではない。低い自尊心や過去のトラウマが影響していることもある。自分に対して低い評価を持っていると、それにふさわしい相手を選んでしまう。それから、過去のトラウマの経験を無意識に再現しようとする傾向がある。そうすると、過去と同じような状況や関係を選んでしまうことになる。トラウマによって、感情が麻痺し、自分のニーズや欲求を認識しづらくなっている場合もある。さらに、トラウマがあると、他者に対して過度に依存する傾向が強くなり、自分に対する価値を低く感じているので、不誠実なパートナーを選んでしまうことがある。トラウマがあることで、自己理解や自己評価、感情の管理に課題が生じ、結果的に悪い恋愛関係に陥ることが多い。これを克服するためには、自己理解を深めることや、専門的なサポートを受けることが重要だ。トラウマの解消には、心理療法やカウンセリング、そして前世療法が有効だ。また、依存的な恋に落ちる理由として、理想化された恋愛観にとらわれすぎているケースも多い。映画や漫画などのメディアの影響で、理想化されたドラマチックな恋愛観を持ってしまっていることがある。理想化により、理想のパートナー像が固定化され、本当に相性の良い人や健康的な関係を選ぶ機会を逃してしまう。合わないと感じながら、理想化した相手と不健全な関係を続けることになる。メディア等が現実の自分の恋愛観に与える影響を理解することで、より健康的な相手を選ぶ手助けになる。他にも性的な渇望や孤独感から相手選びの判断力が鈍ることもある。それから、自分を変えてくれる人を求めて問題のある相手を選んでしまうこともある。自分が変わるためには他者の力が必要だと考えがちだが、実際には自己成長は深い自己内省や努力によって得られるものだ。自己理解や内省を深めるために、瞑想は効果的だが、普通の人が続けるのは難しく、結果が出るまでに時間がかかる。一方、催眠を使う心理療法は、たった1回のセッションで気づきを得られるので、短期間で自己理解に到達する。催眠療法や前世療法を受けるには、信頼できるセラピストを選ぶことが最も重要だ。この動画の監修者もセラピストなので、興味があればメールで問い合わせてみて。結局のところ、深い自己理解と自己需要が健全な関係を築くためのお相手選びの第一歩となる。